こんばんは、はるです。今回は最新版のアタッカーティアリストになります。前回の、ティアリストからまた、少し時間が経ったので、更新をしていきたいなというふうに思います。選手の、強さを5段階に、評価したものがティアリストに、なってます。前回からですね、今回は TOTS が解消されているということで、そういうような選手たちを入れたものにはなるので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは、早速紹介をしていきます。こちらが最新版のアタッカーのティアリストになってます。D だったり、C は特に、変更はないです。B です。B です。B のランクにはモラタ、TOTS のモラタ、そして、TOTS モーメントの伊東純也を、入れました。この2人だけですね。追加をした、人たちはこの2人だけです。モラタに関してはスキルが3っていう風なことで、前線としてはね、やっぱり今現状、4以上は欲しい。5ある選手もね、多くなってきてるので、強いて言えば5は欲しいんですけど、そんな中で、3なので、なかなかちょっと使い方が難しくはなってくるんですけど、でかいし、もちろんこう TOTS で速くはなってるので、使い方っていうのは非常に十分にあるような、選手になりますし、決定機を迎えれば、もちろん決定力高く S の選手らしく決めきってくれるような、選手にはなるので、でかい選手が好きな方は比較的もらったら全然扱えるかなっていう風に思います。若干ね、パスがね、うまくはなかったりするので、パス面もちょっと気にしながらっていう風なところではあるんですけど、C ランクっていうほど、全然別に強いし、B あってもおかしくはないかなという風なところで、今回ここに入れました。で、ティオデスモーメントの伊東純也ですね。伊東純也に関してやっぱり速いです。速さっていうのがありながらも、シュートだったりとか、もうある程度打てるような、選手になりました。で、ドリブルも軽いので、本当にこの速さがありながらも、ちょっとこう細かさも、手に入れたような、選手にはなりますね。で、フィジカルはそこまでなかったりしますし、結構ね、相手にぶつかられてしまうと、簡単に体入れられてしまうっていう風な、ことはあるので、伊東純也が好きっていう風なとこ、もちろん日本人としてね、好きな人は多いと思いますし、自分も使ってみたかった選手、にはなるんですけど、理不尽さっていうのはそんなにはないので、全然こう使えるようなレベルになってるっていう風な、ところをイメージしてもらえれば、そんなになんか期待外れみたいなことにはならないのかなっていう風に思います。というよりやっぱこの人スタメンというよりはやっぱりスパサブの選手にはなるので、スパサブで使うっていう風になると、よりちょっとこうスタメンで使うよりこう活躍をしてくれるような、選手にはなるんじゃないかなという風に思います。で、そして A と B ですね。A と B の間はですね、エルシャラウィ、フットバーセのエルシャラウィを入れました。ここは前回と変わりがないという風なことになってます。で、そして A ですね。A は TOTS のハリー・ケイン、そして TOTS の三笘薫、そして TOTS のガブリエル・マルティネッリ、そして TOTS アレクシス・サンチェス、そして TOTS のコマン、この5名かなを入れました。ケインに関しては本当に決定力高いです。マジで高い。なんかシュートコースを切ってるって思っててもディフェンダーが思っててもなんかディフェンダーに当たらないようにシュートを打って決めきるみたいな感じの選手になっていて、決定力はもちろん完走しますし、冷静なリアクションも完走していて、非常にやっぱり最高のストライカーだなという風に感じます。正直スキルいらないよっていう人だったらケインで十分かなっていう風に思います。ドリブルは少し重たいんですけど、パスで逃げれることもできますし、もちろんそのパスをラストパスに活かすこともできるっていう風な、選手になります。で、スピードももちろんついてるので、フィジカルで相手を抑えながら、スピードでも、ぶっちぎるっていう風なことができるで、そしてそのままシュートっていう風なことには、なるので、なかなかこう、なんていうんですかね、ドリブルでっていう風なことだったりとか、ゴール前でケインに渡して何か相手をかわしきるっていう風なことは、ちょっと難しいんですけど、それでも、それができない分、やっぱりプラスの要素っていうのが非常にあって、お釣りが来るぐらいの、選手にはなるので、非常に、優秀、使う人によっては S ランクレベルあるような、選手にはなるなというふうに感じます。
で、そして TOTS 三笘薫ですね。目標で、ゲットできる選手なんですけど、比較的、全然 A あってもおかしくないレベルかなというふうに思います。今シーズンの三笘に、もっとね、もちろん強くしてほしいんですけど、見合ったというか、今シーズンの活躍をね、象徴するような、カードにはなってるんじゃないかなというふうに思います。で、逆足もね、4になってるので、4-4でっていうふうなことで、サイドで、突破できるようなスピードも持ちながら、ドリブルでの軽さっていうのもあるような、ファンタジーフットの時にもね、非常に細かくて軽いような選手だったので、そこに磨きがかかって、さらにシュートも、打てるようになってるので、比較的、優秀になってるかなというふうに思いますし、これがね、無料でゲットできるっていうのが非常にいいところかなっていうふうに思います。日本人としてはね、目標でっていうふうなところ、頑張れば、みんな絶対もらえるようなカードにはなるので、おすすめかなというふうに思います。スパサブ起用でも、全然いいなというふうに思いますね。で、そして、ガブリエル・マルティネリですね。TOTS マルティネリ。マルティネリに関しては速いですね。この人も速い。スピードが非常に速くてですね、突破できる能力も持ってます。で、本当に相手の逆をついたら、もう本当相手はもう、なんていうんですかね、対応できない。もう、マルティネリのスピードを生かして、追いつけないっていうような感じにはなるので、非常にスピードで追いついてくる選手っていうのは現状いないですし、そっからのね、抜き切った後のシュートっていうのもめちゃくちゃ決定力高く、上手くなってますし、それこそこの人も、自分はね、サイドで使ってるんですけど、なんていうんですかね、4-4でも良ければ ST でいいんじゃないかなっていうふうに思います。それぐらい決定力高いので、どっちでもいいんじゃないかなっていう風に思いますね。で、逆足に関しても、そんなになんか逆足下手だなって思うこともないですし、もちろんね、5に上がって欲しかったとか、そういうのはあるんですけど、全然 A にいてもおかしくはない、レベルの選手で、非常に強いなという風に感じます。で、そして、アレクシス・サンチェスですね。TOTS のサンチェス、コミュニティで来た選手なんですけど、この人はね、めちゃくちゃね、軽いんですよね。で、スピードタイプっていうよりかは、やっぱこの人のこうボールタッチの細かさで相手をちょっとこう連れてきてというか相手をちょっと引きつけて、なんかラストパス出すとか、かわしきるのか、ワンツーで味方とコンビネーションしてなのかっていう風な感じの選手だと思います。マルティネッリとか、三笘とか、ケインとかもそうですかね。なんか、めっちゃスピードを生かしてっていう風な選手ではないなっていう風に思います。もちろんペースも速くて、本当に前線の選手として能力、むちゃくちゃ素晴らしくて、何でもできるんですけど、どちらかというと、なんか本当に細かい動きで、相手を翻弄しながら、最後シュート。で、シュートの振りとかも非常に速いですし、細かいし、なんかこう、敏捷性とかも高いので、もう本当、すべての行動がね、速いような、選手にはなるんですけど、そういう風な使い方がいいのかな。なんか、軽すぎて逆に使いづらいみたいな人も出てくるのかなって思うぐらい、なんか本当に軽いし、速いので、4っていう風なことはね、若干、この人も、物足りなさあるし、これだけね、軽くて、なんか細かかったらドリブルがスキル5あってほしかったなっていうのは思うんですけど、本当に前線の選手として ST っていう風なとこだけではなくて、降りてきてビルドアップに参加してラストパスとかっていうのも、送れるような選手になるので、本当に4-4ではありますけど、それ以外は本当に完璧かなという風に思います。で、そして TOTS のコマンですね。コマンはやっぱりサンチェスとかっていう風なことではなくて、マルティネリとか三笘っていう風なタイプですね。サイドでこう違いを作る、そんな選手になってます。逆足は3なんですけど、やっぱりコマン、これまでのコマンと、この TOTS のコマンの違いはやっぱりパスですね。パスも出せるようになってるっていうのがこのコマンの良さかな、TOTS のコマンの良さかなっていう風に思います。で、もちろんやっぱりもともとドリブラーのタイプにはなるので、スキル5を使いながら、こういうのスピードでもいけるので、そういうドリブルができながらやっぱりパスっていう選択肢も増えたのが非常にでかいなというふうに思います。
まあスパサブとしてだったらね、かなり高いんですけど、まあスタメンで使うんだったら十分かなというふうに思います。まあ逆足が3なので、まあ ST というよりかはやっぱりサイド向きの、選手にはなるとは思うんですけど、非常にやっぱりサイドで使われると、ちょっとこう止められないような、選手にはなるかなというふうに思います。で、そして S と A の間にいるのが TOTS のサカ、そして TOTS モーメント3マキシマン、これ SBC で作れる選手です。そして TOTS モーメントソン・フンミンですね。この3名が、この間に入ってます。まあ、サカに関しては逆足が5に変更をされました。非常にいいアップグレードかなというふうに思いますし、全然中盤でも使えるような、選手になります。スピード96、非常に速いですね。まあ、ペースがありながら、まあ、本当にこの人もドリブルめちゃくちゃ使用感いいですし、シュートも打てて、で、パスもめっちゃうまいので、で、あとはある程度、前線からの守備っていうのもできる。まあ、中盤を任せれるくらいの守備力はあるっていう風な、選手にはなります。フィジカルはめちゃくちゃ強いっていうようなわけではないんですけど、まあ、これまでのサカからは、改善をされたかなという風に思うので、まあ、本当に何でもできる。まあ、やっぱりさすが TOTS この人も思うんですけど、めちゃくちゃ強いなという風に感じますね。やっぱペースが96あるのがでかいかなっていう風に思うので、まあ中盤としても、前線としても、まあ自分の今のスカットに、当てはめて、まあサカをいろんなところで使ってあげてもいいのかなという風に思います。まあ自分のスカットと相談しながら、まあサカはどこでもできるような選手になるので、まあ非常におすすめかなという風に思います。で、そして3マキシマンですね。3マキシマン。本当にこうサイドアタッカー、純粋なサイドアタッカーっていう風な選手ですね。で、めちゃくちゃドリブル突破が、できますし、まあ、なんていうんですかね、スピードでこの人もいけるし、かつやっぱりドリブルの細かさっていうのもありながら、スキル5で、そこからの加速もあるっていう風な選手にはなります。まあ、本当にサイドアタッカーいろいろ、まあ、A にもいたね、コマンだったり、三笘、マルティネリとか、いるんですけど、まあ、この人の方がというか、この人の方が強さを感じることの方は多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。本当に使用感がちょっとね、抜群にいいので、まあ個人的にはね、S にしようかと思ったぐらいちょっと迷ったカードではあるんですけど、まあ個人的にはここの間ぐらいあってもおかしくはなくてですね、A の選手よりも、まあ非常にこう強さっていうのを感じられるような、選手にはなるかなというふうに思いますね。で、かつやっぱりこれまでの3マキシマンと、まあパスだったりとかシュートの部分も改善をされて、本当にこうサイドアタッカーとしてはめちゃくちゃ強いような、選手になるなというふうに感じます。で、そして、ソン・フンミンですね。TOTS モーメント、ソン・フンミン。まあ、ソン・フンミンに関しては、やっぱり ST の選手としては決定力、まず高いですね。高いし、やっぱり自信を持ってシュートを打てる。まあ、ケインと同じような形で、本当に、なんていうんですかね、逆足ね、5で触れるし、もうなんていうんですか、もうシュートコースが見えたら全然打っていいレベルの、選手にはなります。で、かつ、まあ、この人もスピードある程度ありますし、ドリブルもね、比較的できるような、選手にはなるので、まあ、個人的には、ここの間かなっていう風なところですね。まあ、ケインとそこの若干の差が分かれたところはドリブルです。ドリブルとかスキル4のところ、ソンの方がまたちょっと多くの引き出しがあるのかなっていう風にも感じたので、ここの間にしたという風なところですね。で、そして S です。最後 S に、追加したのが TOTS のサラー、で、そして TOTS のジェズス、そして TOTS のラッシュフォード、そして TOTS のハーランド、この4名を入れました。まあ、そうそうたる、メンバーというか、まあ、サラに関してはスキルが5に変更された。ここがでかいと思います。やっぱり前線の選手として、スキルが5使える、使えないとでは、やっぱりちょっと、差はあるので、まあ、どれだけ共感してくれる方がおられるかわからないんですけど、自分個人はやっぱり5を使える方が、やっぱいろんなね、相手が対応しにくい技とかも出せるし、やっぱ違うのかなっていう風に思います。その中でやっぱサラ、まあジェイスもそうですけど、まあスキル5に変更されたっていうのはでかいですね。で、かつやっぱりサラは、本当に、能力自体めっちゃ高かったので、もともと金の時から高かったので、
正直能力のアップグレードっていう風なとこよりかはやっぱり逆足スキルのアップグレードを待ち望んでた方は多いんじゃないかなっていう風にで思います。で、スピードに関してもこの人めちゃくちゃ速いので、ダッシュしてるだけで抜けるっていう風な選手で、さらに決定力も本当に異次元なので、決定力も高く、で、この人は本当に自分の動画を何回か見てくれてる方だったらわかると思うんですけど、やっぱサラーに関しては逆足がね、3なんですけど、なんか6とかあるぐらいの選手なんですよね。なんか他の逆足さんの選手とは、やっぱちょっとなんか決まりやすいというか、やっぱもともと決定力とかが高いからだとは思うんですけど、それでもなんか、やっぱりサラーだけ逆足さんのような感じがしないというか、そういう風な選手にはなってるので、スキルで剥がして、右足でズドンっていう風なことも、比較的、できるような選手にはなるかなという風に思います。で、左足で打つとも全然余裕で決まるみたいな、感じの選手になりますし、今週もアウトカーブも決めきること、できる。本当に前線の選手としては最高で、逆足がね、もちろんそこの数字的に、3から4とか4とか5とかの方がいいんですけど、比較的サラーはそこまで気には、ならないし、他が完璧すぎるので、個人的には S かなという風なところです。で、そしてジェズスですね。ジェズス。ジェズスも、少しサラーの時に触れたんですけど、スキルが5になった選手ですね。で、ジェズスも本当にもともとドリブル軽かった、選手にはなるので、やっぱり、過去作ではね、ジェズスもともと5だったんですよね。ブラジル代表とか、なんかそういうようなところでやっぱね、ブラジルの選手で、もともと逆足が3のままで、スキルが5だった選手なんですけど、いつからか確か4になんか下がっちゃったんですよね。で、その中で、やっぱりこうやって5のジェズスが出てくると、やっぱり強いなって思います。本当にドリブルめっちゃしやすいですし、その持ちやすさっていう風な使用感は本当にいい選手なので、あとはやっぱりそこでかわしきるっていう風な部分が、やっぱりスキル5あるとね、やっぱ違うので、そういうようなところでスキル5をついたっていうのはジェズスも嬉しいですし、能力的にもね、非常に強くなって、パスも出せるようにはなりましたし、フィジカルに関してもちょっと臭いような選手というか、ちょっとなんかね、入れ替わられるみたいな、こともできるような選手にはなるので、なんかね、ちょっと臭さがあるというか、相手が、それ止められへんねや、みたいな、なんかこう、挙動ができるような、選手にはなりますし、本当に前線の選手としては、非常に優秀かなっていうふうに思います。本当にね、排出が止まって、300万以上、値段的にはしてるような選手にはなるので、やっぱそれだけやっぱ、強いっていう風な証拠だとは思いますし、リアクション冷静さも非常に高くて積極性もあって、前線からの守備もできるっていう風な感じの、選手になるので、比較的自分は S にいても全然おかしくない、カード、選手かなという風に思います。で、そしてラッシュフォードですね。新しいプレミアの、TOTS で来た選手なんですけど、この人が大目玉になるとはちょっと思わなかったですね。もちろんめちゃくちゃね、強くなるとは思ったんですけど、値段的にもね、ハーランドだったりとか、と、同じような、本当に大目玉の、選手になってますし、逆足が4に変わった、あとは能力が本当にえげついですね。むちゃくちゃ高くなったと思います。能力自体も。逆足が4とかで、なんか他がプラス1とかだったら、ここまで高くなったりはしなかったと思うので、やっぱそこの能力の大幅なアップグレだったり、逆足4のアップグレっていうのももちろんあるでしょうし、そういうのなんか組み合わさって、やっぱりこれだけ高くなってるな、700万ぐらいするんで、非常にやっぱり強さっていうのがありながら、理不尽さを感じる選手かなっていう風に思います。で、決定力に関しては、ちょっとね、やっぱこれまでのラッシュは、冷静さが低かったからか、そこまで決めきるっていう風な選手ではなかったんですよね。なんで、そういうようなところで、冷静さ欲しいなっていう、感じだったんですけど、非常に冷静さも高く、なってて、で、ドリブルでのこう理不尽さっていうのはね、すごいですし、ほんとちょっとカントナっぽいというか、カントナ超えてんちゃうかなって思うんですけど、でかくて、スキル5も使えて、速さもあってっていう風な、選手にはなるので、ほんとトップオブトップ、マジでそれこそメタカード。現状のメタ。現状というよりかは、
今作の、メタカードにはなるんじゃないかな。この先いろんな TOTS 出てくると思いますけど、正直ラッシュだったりとかを超えるカードっていうのは本当に多分数枚、この TOTS の間は多分数枚しかないとは、思うので、本当にトップメタの、選手にはなるなという風に感じます。あとは空中戦もできるっていうこともあるので、本当地上空中どちらでも活躍ができるような選手、にはなります。で、そして最後 TOTS のハーランドですね、ハーランド。この選手もですね、逆にスキル5がないのに、ようこれだけ高いなっていうのが思います。逆足が5になってるので、そこのアップグレードはでかいんですけど、やっぱり今の前線のね、選手として、やっぱり5欲しい方は多いと思うんですけど、それでもハーランドはね、4とか3でいいっていう風に、思わせるぐらいのやっぱ実力、決定力とか、なんていうんですかね、試合を勝たせる力っていうのがあると思うので、これだけの値段になってるんじゃないかなっていう風に思いますし、これだけの強さがあるんじゃないかなという風に、思いますね。やっぱり本当今作の仕様をね、遺憾なく発揮してる選手というか、でかくて速いし、フィジカルあるし、それでなんか相手をなぎ倒せないですけど、相手の前に入って、それでキープしたりとか、逆にそれで相手をこかしてしまって、もうキーパーと1対1みたいな。こう止められへんよみたいな。逆にちょっと一番効率がいいですよね。スキルとか難しい技がね、出せなくても、ハーランドに放っておけば、それでいけるみたいな。本当にこう点を取るのに一番効率がいいっていう風なことを体現してくれてるような、選手にはなりますし、逆にこれでね、またスキルも使うようになったら、マジで止められないんで、逆にそれは逆端の方で良かったかなっていう風に思うんですけど、決定力も異次元で、パスもある程度出せるようにはなりましたし、本当にプラスの要素としては、マジでスピードと、でかさと強さかなっていう風に思うので、めちゃくちゃちょっとね、当てたいカード。多くの人思ってるかもしれないですけど、ぜひともちょっとこれをトレフ化とかで、欲しい、選手にはなるかなというふうに思います。という感じで、これが最新版のアタッカーのティアリストになります。もちろんここにいない選手、入れきれなかった選手多く、いるので、気になる選手がいれば、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。